レース中の状況判断能力を磨く湿度計測学の科目で赤点を取ってしまい理事長から呼び出されスキルインラブとライトハローの修羅場を題材とした追試を受けることになったエスポワールシティ。エスポワールシティ、来たか。それで、アーシが呼び出された理由は？担当直入に言うと追試だな。追試？アーシが？なんで？赤点だったからな。はぁ、んなわけねえだろ。赤点取ったりしたらトレーニングにも支障が出っからそうならねえようにトレーナーと勉強したのに。エスポワールシティさん、残念ですが1科目だけ赤点なんです。どの科目だってんだよ。湿度計測学です。湿度計測学か。湿度計測学ってなんだよ。まあ、確かに得意じゃねえけど。でも多めに見てくれたっていいだろ？アーシはレースで結果出してるんだ。君がレースにおいて実力を有することは知っている。だがレースとはフィジカルだけで走るものではない。メンタルと頭脳でも走るんだ。ああ？では質問だ。いつも先行型の馬娘が後方で控えている。あるいは追い込み型の馬娘が先行している。エスポワールシティ、仮に君がそのレースを走っているとしてその馬娘に対して何を思う？そりゃあそういう作戦なんだろ？でもアーシには関係ねえ。誰がどんな作戦で来ようが全員ぶっちぎってやる。はっはっは、その心の強さも君の強さだな。だがレースとは生き物だ。常にその姿を変える。その馬娘のいつもと違う走りが全員ぶっちぎると勇む君を飲み込むための策だとしたらどうだ？それは、とにかくアーシが最速でぶっちぎれば関係ねえだろ。次のテストはしっかりやっから今回は負けといてくれ。逃げるのか？あ？まあ君ほどの実力があれば多少の策程度はねじ伏せられるだろうな。多少はな。言いたいことがあるならはっきり言えってんだ。さっきも言ったようにレースは常に姿を変える。同じコースを走っていようとも同じレースは存在しない。だろうな。その瞬間その刹那を見極めて走ることが勝利をつかむために重要なんだ。この湿度計測学はその状況判断能力を磨く重要な科目なんだ。そうだったのか。君が湿度計測学を怠るということはライバルに隙を与えるということだぞ。他の馬娘はしっかり勉強しているからな。それでいいのか？エスポワールシティ。だと？まあ無理にとは言わん。君は実績もあるから今回の赤点は見逃してやってもいい。見逃す？だと？特別ですよ。エスポワールシティさんは今の時点では実績がありますから。上等だ。やってやろうじゃねえか。さっさと問題をよこせ。満点取ってやるよ。素晴らしい投資だな。ですね、理事長。うまく乗せられちまったか？ではこちらが問題です。ちゃちゃっと解いてやんよ。なになに？以下は外部協力者 H と生徒 S の会話である。発言1234についてそれぞれの真意を答えよ。なお心に摩擦はあるものとする。か。いや、心の摩擦ってなんだよ。あるものとする。いや、だから。理科の問題かな？摩擦ゼロにしろ。エスポワールシティ、まずそこからわからないか？んなわけねえし。これは油断を誘ってんだよ。そうか、ならいいが。くそ、いきなりわけわかんねえぞ。俺もわからない。ワイも。おいどんも。これ私の王。これ私の王。もつしてやめろ。ともかく冷静になろう。スキルとハローさんの会話だろ？この二人の言葉の真意を読み解けばいいわけだな。トレーナーさんは今日は出張でいなくて。1、どこへでも行ってしまうくらい頑張ってくださるんです。私のためなら。あのトレーナーはそういう男気あるよな。まあ足のトレーナーにはかなわねえけどな。あの人は仕事熱心ですからね。その分プライベートでリフレッシュしているんでしょう。リフレッシュ。ああ、協定か。ああ。やめろ。周知されすぎだろ。スケトレの趣味。次は、3。だといいんですけど。でも結局お休みの日よりお仕事の日が多いので一番長くそばにいる私がちゃんと癒してあげられたらなって。確かにここのトレーナーは激務発給を強いられているって噂になってるからな。エスポワールシティ、何か言ったか？いや、何も言ってねえよ。最後だ最後。4。素晴らしい心がけです。トレーナーと担当馬娘として素敵な関係ですね。
毎年使い回されてそうな問題。湿度計測学とかいう理系っぽい名前から想像できない問題。幼馴染ハローさん久しぶりに見た。しっとりハローさんは危険すぎるから禁止にしろ。こういうの本編でも見たかった。スキル育成にハローさんを刺すとマジでこれが味わえるのよね。シナリオに隠れてたけど割と全体的にお料理行為からあれも結構な衝撃あった。ラモーヌに言った枯れた花は噛むのも無駄ってハローさんにも言って欲しかった。紅助怖いよ。実はラモーヌにだけは紅で対応してないんだ。字面通り、ではないんだよな。これ他のやつはなんて回答したんだ？ 1、走りたい。2、走りたい。3、走りたい。4、走りたい。じゃあ走ってくるわね。サイレンス鈴鹿、再試験だ。1、バイクでどこまでも駆け抜けるぜ。2、休日はバイクでツーリングだぜ。3、トレーニングの合間にバイクの話しようぜ。4、俺たちは最高のパートナーだぜ。含水率ゼロってくらいカラッカラだな。1、ホッキ貝美味しいな。2、酔いとまけも美味しいですね。3、製紙工場で働くのも悪くないかも。4、苫小牧カレーラーメンって知ってる？苫小牧は立地があかんかったね。冷静に考えるとあれだな。国語とかでよくある〇〇の気持ちを答えよってやつと似たようなもんだな。そうだな、通じるところはあるかもしれん。ってことは数学みたいに絶対の正解はないんだろ？いえ、絶対の正解はあるんです。なんでだよ。この問題はノンフィクションで各々から真意を確認してあるからだ。マジかよ。ちなみにナイスネイチャさんは試験開始と同時にものすごい勢いで書き始め1234それぞれについて原稿用紙3枚から5枚の量で回答を提出されましたね。すげえな。でも湿度と言ったらネイチャみたいなとこあるのにあいつも追試を受けたのか？ナイスネイチャは湿度計測学において常に1位の成績を収めているんだが試しに解いてもらったんだ。そういうことか。それでどうだエスポワールシティ、問題は解けそうか？足りねえだこんなもん余裕だっつーの。ではそろそろ回答の記入を頼む。あーしもたまにスキルが学園に来たハローさんとメンチを切り合ってるのは見かけたことがある。つまりトレーナーの取り合いなわけだがここで大事になってくるのは互いの立場だ。スキルは学生でハローさんは社会人。ここが肝に違いないはず。見えた、これが答えだオラー。解けたようだな。ではまず1のどこへでも行ってしまうくらい頑張ってくださるんです。私のためなら。ビジネスもプライベートも彼は私を優先してくれる。彼は私のもの。2の夫婦。あの人は仕事熱心ですからね。その分プライベートでリフレッシュしているんでしょう。あなたとはあくまでビジネスでプライベートではない。彼は私のもの。3のだといいんですけど。でも結局お休みの日よりお仕事の日が多いので一番長くそばにいる私がちゃんと癒してあげられたらなって。彼は私との時間を優先している。彼は私のもの。4の素晴らしい心がけです。トレーナーと担当馬娘として素敵な関係ですね。あなたとはあくまでビジネスでプライベートではない。彼は私のもの。どうだ？お見事です、エスコワールシティさん。しゃあ。やるじゃないか、エスポワールシティ。当然、本気を出せばこんなもんよ。追試を受けることになる前に本気を出してもらいたいものだがな。けどまあわかったよ。勉強ってのもおろそかにはできねえな。他人の思考を読み取る力があればレース運びも優位に進められる。そういうことだ。ではエスコワールシティさん、追試合格ということで。そうだ、絶対の正解ってのも教えてもらおうか。1、引っ込め未勝利。2、引っ込め小娘。3、引っ込め未勝利。4、引っ込め小娘です。聞かなきゃよかったかもしれねえ。たださっきの問題、一つだけ腑に落ちないんだけどよ。なんだ？良識ある大人は未成年に恋心を持たねえだろうしあれを問題として出すのは不適切なんじゃ。良識ある大人は毎週協定に行かないのでは。それをスキルインラブの前で言えるか？言えねえ。よし、では今日もトレーニングに励めよ。やっぱ中央ってやべえところなんじゃ。そうだよ。倫理的に考えて女子中学生に手を出すトレーナーは犯罪だぞ。そして成人女性と合意で付き合う分には何も問題ないからな。実際プライベートのトレーナーはハローさんとデートしてるし。だがスケトレならどうかな。ダメなことに変わりはねえよ。まや、なんとかしろ。まや秀明にそっちの遊びを教えた覚えはないよ。あ、
この問題見たことある。千代ちゃんのお悩み相談室でやったところだ。私は千代の王ですが巻き込まないでください。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。